はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで、有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢、天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。では双子座さんの3ヶ月をお伝えします。まず10月なんですが、10月は日食もあり月食もあり、非常にエネルギーがすごく強い時なんですね。で、今双子座さんっていかがでしょうか。とっても今年の後半から流れが変わったなって感じていらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですね。何かこう仕事に対して責任が自分が担える責任を選択している。やっぱりこれは自分にとってやりたいことだから頑張らなきゃいけないということで責任を背負っているか、もしくはそれやりたくないからもう削いでいきたい、やめていきたいという形になっているか、少し普段とは違う動きをしやすいタイミングなので、その中でこの10月っていうのはちなみにですが、この普段と違う動きっていうのは来年のね6月ぐらいまでありますから、まだまだちょっと特別期間みたいな、何でもできる特別期間みたいなものがあるんですね。なので現実世界とか物質世界での成功とか喜びとかではなく、内側の魂の成長とか感覚をもっと肥やしていくっていう学びが今ある時なので、自分が社会に対してどう評価付けられているかっていうのは関係なく、自分がどう生きたいかっていうことを感じるように仕組まれてる時っていう感じなんですけど、その中で10月っていうのは、じゃあ双子座さんの今の喜びって何ですかみたいな時で、自分にとっての喜びを選択することができるんですね。これはなかなか面白いタイミングだと思います。もともと今までずっとやってきたこととか役割とか義務とかこうやって生きてきたっていうのをちょっと外れて、期間限定で何でもしていいですよみたいなタイミングなわけですよ。なんなら今までの重荷を全部外していきましょうみたいな流れの中にいる上で、何してみたいですかっていう、本当に旅行行った先で特別な体験ができるみたいな、そんな感じの時なので、まずはどんな喜びを得たいかっていうことをご自身で考えてみてください。これは10月全部そう思ってもらってもいいんですが、特に10月の9日以降、ちょっとホッとするとかね、ちょっと心に喜びが家の中とか精神的なものに喜びが入ってくるっていうのがあるので、これでよかったんだとか、ホッとする感じがあると思うんですね。はい、でその後10月12日から落ち着いて仕事ができるというか、落ち着いて自分のやるべきことをやっていこうっていう流れになります。そして10月15日が日食なんですけども、この日食前後っていうのがエネルギーが非常に高いというか、ボルテックスみたいな渦巻いているので、高くもあるんだけど飲まれないようにしなきゃいけないっていう、その高いエネルギーに自分の体がついていけなければ、しんどいとかいつもと違うとかだるいとかってなりやすいですし、ものすごくバイタリティがあって健康に自信があって乗っていけるよっていう方は、ボルテックスの中でさらに波動アップみたいな感じもできるかもしれませんし、すごく今のねご自身の状態によって変わるんですが、でも何を選んでいきますかっていうのをできる時です。この15日前後が一番ね。ですので、もし疲れすぎてるなという方にとっては、是非自分を緩めるとか自分が喜ぶことを選択してほしいですし、いや今絶好調ですよっていう方は、じゃあ何を企画していこうか、何を生み出していこうかっていう、すごくこのクリエイティブなエネルギーとして使えるので、面白い時ですよ。そして夢とかで、夢って、夜寝る時に見る夢ですけど、夢とかでも夢の中で何を見たかとか何を想像したかによって現実世界が変わるってあるように、今この10月15日のね日食前後にどんなことを双子座の皆さんは想像するだろうか空想するだろうかによって現実が変わるみたいなね。だからすごい楽しいこととか、自分が本当に何でもいいので、自分を制限せずにこんなことしてみたい、本当はこう生きたいんだみたいなことを思い描いておいてください。そうなるかもしれない、そうなる可能性が上がるっていうことなんでね。それが10月のメインです。
そして10月24日以降はまたねしっかりお仕事していきますみたいな、健康も気をつけながら頑張りますっていう状態になります。そして10月29日ここでまた月食があります。月食もねエネルギーがピークなので、すごくこの役割っていうことを感じそうですね。自分の役割に縛られてるとか、もうこれ以上嫌なんだとか、喜びというものを人生に取り入れようという動きがある中で、これが無駄なんだとかこれが嫌なんだっていうことも気づいて外していかなきゃいけないので、それが10月29日ぐらいにあるかもしれません。一番そういうストレスとか何か感情っていうものが高まる時なので、その高まったことによって省いていける、手放していけるっていうのがあります。でもこの29日のエネルギーの満月月食って決して悪いものではなくって、やっぱりやっていかなきゃいけないんだっていうことですごくそれがカンフル剤になってすごい仕事をするとかですね、めちゃくちゃ企画書を立ててどうしてああしてこうしてってやっていける方もいらっしゃると思います。っていうのは29日過ぎてからも30とかもそうですし、ものすごくね生み出していく力が強いんですね。企画するだから頭がすごい冴えるとか、本当に何かを生み出す、育てる、それがまた楽しいし喜びだし嬉しいみたいな。なので、YouTube とかってすごく自由じゃないですか。何でも作れるし自分で好きなものを発信すればいいしっていう、その中でなんかこんなことって本当に役に立つのかなって思うことでもこれ言いたいから言おうって言ってる動画がバズるみたいな、そんな感じの時なんですよね。なので双子座の皆さん、ぜひこの10月はクリエイティブなエネルギーを解放してください。自分自身に許して、それがポイントです。そして11月はコツコツと頑張る時期になります。これはねもう体を作るとか、例えば筋トレをするとかっていうのも毎日コツコツと筋トレしてちょっとずつちょっとずつ筋肉がついてくるっていうのと同じように、何に対してもいいんです。それは筋肉だけじゃなくて、この自分の実力だったりとか健康維持、バイタリティ、仕事の何でもいいんですが、それに対して少しずつ力をつけていくよっていうのが11月の動きなので、ここは頑張って努力してほしい時です。でお仕事のことどうしようかなって考えている方は、仕事に対してのその方向性っていうものももしかしたら考えるかもしれません。雑務でも何でもとにかくこなせるみたいなのが11月なんですが、でもやはりこれはなんか自分のやってることじゃない気がするっていうことで、もしかしたら違うことに頑張りたいってなるかもしれませんね。ただ忘れないでいただきたいのは、今まだちょっと特別期間の中にいるっていうことなんですね。来年6月までですよ。特別期間の中にいる中での起こってる出来事なので、期間限定なんだって思った時に頑張れるかどうか、そしていやこれは今ここで引き受けてしまったらあと2年ぐらいこれ続くなっていう時はちょっとこれは遠慮しとこうとか、そういうのもありです。はい、そして11月22日から契約とか人間関係が非常に良くなってくる、人との関係が楽しくなってくるっていうのがありますので、もしかしたらそれまでなんとなく受け入れられてないみたいに思っていたのが、そんなことなかったって思えたり、もっと深く誰かと関わっていくことができるようになるのが11月の後半、特に22日以降だと思ってください。でさらにその次の11月27日っていうのが満月なんですね。でこの満月は双子座で起こる満月なので、非常にエモーショナルです。ものすごく可能性が引き合うみたいな感じがあり、あれもしたいしこれもしたいし、あれもできるしこれもできるんだ、どっち頑張るみたいな時ですね。でもものすごくこの時人間関係が強調されてますから、自分はこれをしたい、でも他者はこうしたいって言ってる、そっちもいいねみたいなね、なんかとってもちょっとね浮き沈みが激しいかなっていう感じもするんですけども、とにかく可能性が引き合ってるっていうようなイメージの満月です。もしこの時神経高ぶってるってなっても、満月過ぎれば落ち着きますから、ちょっとこの時だけは冷静に、意識的に冷静にいようっていう感覚でいいと思うんですね。11月はとにかくすごくバイタリティがあるので、何に対して頑張るかっていうのを自分でもよしこれだって言って頑張れるものがあると思いますし、その上で人と関わっていく上で何をしていくか、協力していくか、いい流れができてくると思うんですね。そして12月は人との関係が濃いですね。
恋愛運でいうとちょっと戻りますけど、11月8日から、12月5日までっていうのもすごくクリエイティブで恋愛運も楽しいですし、12月5日以降も、職場での関係性が安定しているとか、なんか落ち着いてきたなとか、そういう関係、そういうふうにも使えます。職場での人間関係を、社交性がアップするっていうふうにも出るかもしれません。いずれにしても人間関係が濃いですね。12月の中でエネルギーの変わり目っていうのは13日中旬なんですね。でこの13日って新月なんですけども、この新月はパートナーシップ、人間関係、契約の中で起きるので、これから誰と付き合っていくかとか、どう関わっていくかとか、一緒に協力していくか、共同事業としてやっていくかみたいな、そういうことを考えさせられる。でこれはビジネスでもですし、プライベートでもなので、プライベートでも仲いい人ともっともっと仲良くなるとか、新しく出会っていくとか、離れていくとか、そういう人との関係性において発展を見せるのが12月13日前後だと思っておいてください。ただ同じ日からですね、彗星が逆行するので、やはり契約とかに関してはしっかりと契約書を交わすとか、口約束だけじゃなくて、ちゃんと信頼を築いていくっていうことを前提として関わるようにしてくださいね。でちょっと自分の考えもなんかあんまり疑っちゃ悪いかなとか思って、あやふやのことを信じてる、自分の都合のいいように信じてしまうというのもあるので、そこはしっかりとクリアに明確にして把握するようにしてください。とにかく星で見て、やはりね、面白いのはやっぱ10月のこのクリエイティブなエネルギー、想像力を生かすっていう時に、どんな喜びを自分の人生に入れたいですかっていうのを選べる時なので、そう選ぶことによって体験がより濃くなる、この期間限定の体験がより濃くなるので、それを何を選ばれるかなっていうことですかね。あと11月はもうコツコツ努力してねだし、後半からはもう人間関係いいので、関わる人が変わってくるんだろうなっていうふうに思います。ちょっとこれを踏まえてタロットでも3ヶ月分見てみたいと思います。感じてらっしゃる喜びってどんなことですか？それがまさに手に入る。恐れずに